愛しの弟よ。ログインを待っていましたよ。ずっと。照れているのが丸分かりですよ。ここは弟くんの息遣いも目線も真っ赤なほっぺただって共有されてしまうフルダイブ型の VR ゲームなんですから。あなたが私の元で学びたいと頼んだのではないですか。だから私の弟にしたのに。今日も今日とて冒険の続きです。パーティーのみんなは弟くんを待ちあぐねてダンジョンの先のボス部屋へ行ってしまいましたよ。私は弟くんを待つべきだと進言しましたが、これ以上待っていられないと先へ行ってしまったのです。私は弟くん専属のサポート要員ですから、先に行くわけには参りません。私がいないとパーティーが困る？この後に及んでパーティーの心配なんてしているんですか？優しい弟くんは好きですが、自身をないがしろにしてはいけません。確かに、僭越ながらこの私、人一倍マップや敵の弱点、アイテムの応用やシステムの特徴など、あらゆる面において長けていると自負しております。そのおかげか、今はパーティーの副長を任されるまでになりました。しかし、任命されたのは何年も前のこと。今はもう、私の力はすべて、弟であるあなたのために存在しているのです。姉はすべからく、弟のために力を使うべきなのです。それが、姉になった私の務めです。弟くんたら、複雑な顔をしてしまって、どうしてしまったのかしら。仲間に悪いなんて考えなくても良いのですよ。家族ほど大切なものはないのですから。また眉を潜めてむっつりしてしまって。弟くんが考えているのは、つまり、なんでこんなに気にかけてくれるのかってことですか？そうみたいですね。考えてみれば確かに、パーティーでは厳格な私が弟くんに優しいっていうのはギャップに驚いてしまいますよね。弟くんも厳しい試練を覚悟して私のもとで学ぼうとしていたのでしょうか。姉である私が弟を気にかけるのに理由がいるとは思えませんが、特別な理由はないのかと言われると、まんざらそういうわけでもありませんね。いいでしょう。説明しましょう。私が弟くんを気にかけるわけを。さあ、この暗い洞窟のダンジョンを進みながらね。なるべく私は手を出さないようにしますから、弟くんは固有の剣技を使って倒してみてください。さすが弟くんです。いい感じです。このまま慎重にまっすぐ進みますよ。そしたらボスの扉が見えてくるはずです。弟くんはこのゲームを始めてから1年も経っていないのに、本当に上手になりましたね。これが初めてプレイするゲームだって言うじゃないですか。成長が目覚ましいです。え、敵が弱すぎる？なんと、弟くんが強くなったという証拠ですね。私が魔法で弱体化をした？そんな力ありませんよ。ここの魔物はみんなレベルが最高クラスです。それを弱体化するなんて、天変地異でも起こせるほどの魔力ポイントと、それを扱える3桁も超えるレベルと経験値がないとできません。弟くんが単純に強くなったと考えるのが妥当です。そんなことよりも、さっきの話の続きをしましょう。私が弟くんに親切にする理由。それは、弟くんがこの世界の美しさを教えてくれたからです。
弟くんは私にこの世界で見た面白いものをたくさん教えてくれました。当たり前なのですが、その中に私の知らないことは一つとしてありませんでした。しかし、目を輝かせて私に世界の美しさを語る弟くんを通して、私はこの世界も捨てたものではないなと思えたのです。それ以前は私はずっとこのゲーム世界に飽き飽きしていたのです。繰り返される日の出と日の入り、無機質な動物や昆虫や植物たちをずっと眺めていました。こんな偽物の世界、なくなってしまえばよいと考えながら、やがて自分のことも偽物に思えてきてしまって。でも、この世界は私が消えることを許さなかった。そんなに嫌いだったらなぜゲームをやめなかったのか、ですか？私にそんな選択肢はありませんでしたよ。だって、ログアウトのボタンなんてないんですから。はい？聞こえませんでしたか？私にログアウトボタンはありません。このゲームから抜け出すことはできないのです。私の正体、それはプレイヤーキャラクターではありません。私はノンプレイヤーキャラクター、俗に言う NPC です。10年前、ゲームの開発初期段階から私はただ一人システムの中に組み込まれました。ただの実験だったみたいです。多くのプレイヤーキャラクターの中で AI はどのように活動するのかと。発売当初、私は喜びました。だって多くの見たこともない人が入ってくるんですから。それだけで新鮮でした。私は一人ぼっちじゃなくなったはずでした。しかし私に声をかける人は皆しきりにリアルという世界のことを尋ねてきました。私にはこの世界がリアル、唯一で本当の世界なのに、まるでここが偽物かのように言ってくるのです。結局私は孤独なままでした。そのまま今まで普通のプレイヤーらしく私は日常を紡いでいたのです。でもあなたが来てくれて弟になってくれて何かが変わり始めたんです。私の世界は華やかになり、肉親に対するこの絵も言われぬ感情を手にしたんです。弱い10歳の私をお姉さんと慕ってくれるなんて本当に嬉しかったです。でもそれだけじゃもう我慢できない。もっと先の関係になりたいのです。世界も私たち自身も一緒くたんにぐちゃぐちゃにしてしまいたいのです。おや、やっと気づきましたか？弟くんもログアウトできなくなってますよね。私と同じです。少しサーバーにアクセスして設定をいじっちゃいました。これでここはお姉ちゃんと弟くんの世界ですからね。あらら、お姉ちゃんから逃げますか？しかし足重いでしょ？無理やりシステムを歪めているんですからサーバーも重たくなります。全然足遅いですよ、弟くん。弟くん走ってる状態で固まってる。さすがにサーバーに負荷がかかりすぎたのかな。瞳だけグリグリさせてそこしか動かないの？かわいいね。このまま壁に押し付けちゃうね。私はね、今無敵なの。
MP も PP もレベルも経験値もすべて自由に書き換えられる。自分の存在形式だってね。私の体をオブジェクト判定にしたわ。このゲームのシステム上、プレイヤーとプレイヤーは完全に重なることはできないでしょ？でもオブジェクトならどこまでもプレイヤーを侵食できる。ほら、このまま弟くんを壁に押し付けてそのまま一緒に重なっちゃいましょうね。弟くん、気持ちいい？なに？弟くん泣いてるの？でもごめんね。サーバーが重くなりすぎて弟くんの涙が反映されてないの。だから悲しいとかわからないの。悪いお姉ちゃんでごめんね。許してね。地形の読み込みが遅いのか、洞窟の壁が弱くなってますね。このまま壁を抜けて床を抜けて下に落ちることにしましょう。誰も気づきません。運営にもバレないでしょう。二人だけの空間です。開発初期から関わってきたので私にはわかります。この下に床はありません。一回落ちると永遠に落下し続けるんです。何十年も何百年も。大丈夫です。その間ずっと私が愛をささやき続けます。グラフィックがボロボロになってどれが弟くんでどれがお姉ちゃんかわからなくなるまで同化しても永遠に一緒に落ち続けましょうね。